おはようございます。今日は2日目。2日目も晴れてる。めちゃくちゃ嬉しい。天気が最高な感じです。今日は2日目っていうところで、実際にね、展示をさせてもらうボベンっていう雑誌図書館のところとか、あと気になってた本屋さんとか、その辺を巡りつつ、あともう一人ね、台湾のイラストレーターの友達がいるんですけども、その人のルームツアーをさせてもらおうかなと思って、ちょっと今日は出かけてきます。はい、今日は荷物全部持ちです。今回はね、ちょっとモンベルのやつと迷ったんですけど、スーツケースも持ってきたので、これで来ています。これもね、結構容量大きいし、袋状なので結構入るんですよね、意外と。見た目もザラッとして可愛いし。で、中はこんな感じでパンパンです。違う荷物といえば、照明と、あとこういうライトスタンドとかは持っていくかな、みたいな、そういう感じですかね。で、ノートだったり、あとお土産たち。ジョンピさんに買ってきた CIO のアイテムとか、あとは、日本でも手に入れづらいらしいんですが、グミッツェル、トバログペーパーの本を数冊持っていきます。イエイ、今日の装備はこんな感じです。カメラ、バックパックみたいな感じで、じゃあ行ってきます。松山文化ゾーンに来ました。ここはなんかね、これ自体もホテルだし、この中にね、製品書店っていう本屋さんがあって、そこがなんかめちゃくちゃでかいんですよ。確か僕台湾来たら絶対に来る本屋さんで、日本でいうと蔦屋書店みたいな感じなんですけど、そこが24時間やってる書店があるっていうところで、ここはねちょっと絶対に来たい場所ですね。台湾来たら。それ以外にもめっちゃおしゃれなんだけど、この辺とかこういう感じいいですね。何なんだろう、あの建物。いいな。なんかこういう場所が結構多くて、日本は割と建物をガンガン作り変えて、ちょっとプレハブっぽいような、なんかまたコンクリートとかそういう感じにしていく印象があるんですが、台湾は結構古い建物を壊したりができないみたいで、こういうね建物みたいなのも普通に残ってますね。これから取材なのでちょっと時間がないからあんまり本屋さんとかは見れないんですが、ちょっとその前に下見どんな感じなのか。日本統治時代とかの建物なのかな。カフェか、違うか。タバコ工場だったところをちょっと改装して、こういう文化圏みたいなのにしてるってことなんですね。うわ、めっちゃ綺麗。すごい。ちょっとした池、泳がないでくださいっていう看板とともに、鯉が泳いでます。うわ、戦争時代の、日本統治時代のこういう機械とかそういうのを修理していた場所みたい。こういう、これもゴムの木だ。めちゃでけえ。家にあるゴムの木もこんな大きくなるのか。ところどころやっぱこうやってね休めるようなスポットが木陰であるので、なんか台湾はすごい直射日光は暑いけど、こういうスポットがたくさんあるから外でのんびりしてる人もたくさんいます。かわいい。わあ、めちゃくちゃ広い。こういう建物がもともとタバコ工場だったらしいんですが、ここの中全部がねお店になってます。
なんかちょっとしたちっちゃい個人とか小規模のブランドとかそういうのが結構入ってるみたいな感じですね。すごいんだけど時間ないから今は回れないわ。広すぎて。建物の中はこういう感じ。ほらちっちゃい、もう一つの棚が一つのブランドみたいな感じでいろんなねところがありますね。ほら想像してたよりも全然広かったので、ちょっと軽くチラ見するかっていうのはね難しいんですけど、もう少し後から来ようかな。明日も多分ギリギリ来れると思うんで、明日とかでもいいかも。はい、この辺はなんか市政府が結構近くて、あそこに台北101があって、割とここの市政府のあたりもかなりショッピングとかが楽しい場所なので、あの辺も行きつつちょっと散歩してこっちの方まで出かけるとすごい楽しいのかも。ちょっと暑いし、タクシーを呼んでタクシーで行かないと間に合わないです。とりあえず Uber で向かいます。台湾は一般っぽい車両もタクシーも Uber で呼ぶことができて、基本ぼったくりとかはね全くないんですけど、このネットで決済で気軽にできるっていうところがやっぱ魅力的です。バンバンこの辺走ってるからだいたい 1,2 分ぐらいで配車確定できます。暑い。いや今日も晴れてよかった。本当に雨だとやっぱ街歩きはしんどいんで、你好。はい、南港エリアに来ました。なんかあっちにララポートがあったりして、みなとみらいみたいなそういう感じの場所ですかね。南船橋とも違う。ララポートあってなんか南つくけど南船橋でもないなんかみなとみらいみたいな。今から会うイラストレーターの人がジョンピさんっていうイラストレーターの人なんですけど、数年前に確かさんまっていうね雑誌の編集部に遊びに行った時にたまたまいて、で日本語も話せるっていうところで、そこから意気投合して友達になってイラストとかをねよく見ていたっていう感じですね。で最近ニコ&とかともコラボして T シャツ出してたりとか、そういうのをいろいろやってるイラストレーターの人です。元気ですか？これからジョッキさんのカバンの中身を見せてもらいます。まずはご飯、何がいいかな。まだ来なそう。めっちゃヘルシーお店なんで。サブさんも来ました。迷った場所分かんなかった。CIO のいいですか？すごいな。台湾がないんで。アンカーはあるけど、アンカーはある。CIO がない。バログの本。新しい。これをボベンでポップアップやるから。すごいなんかめっちゃいいもの持ってる。何ですかこれ？定規も入ってる。すごい。これ台湾。かわいいそれ。なんかマルチツールも。マッシュルームバーガーです。ジョンピさんの運転で
連れて行ってもらいます。買い物は楽ですね。ララボーとかもっと台湾のイラストレーターのジョンピさんの作業部屋を見せてもらおうかなと思います。2つ顔で3種類、スク周りはシンプルが欲しいっていう、おー、やっぱりイラスト描くときはこういう左手デバイスの方が楽。バイバイ。というわけでポーベンにやってきました。ここで11月からなんとトバログの本ポップアップさせてもらえることになっているので、この中どういう風に使えるのかとかそういうのをちょっと聞いていきたいと思います。アンドプレミアムとかペンとかそういう日本の雑誌とコラボしてここでイベントをやったりしてるみたい。本当は最初は下のライブラリーがメインで、ここが後からカフェ的な感じで追加されたっていう。300円。ここは前にもね、トバログがブログでこんな感じで紹介させてもらって、このオーナーのスペンサーさんっていう人のカバンの中身も実は撮っているんですけども、その流れで今回こういう感じでここのね1個上のスペースでイベントさせてもらえるっていうところで、今回はちょっとどんな感じなのかちらっと見せたいと思います。私図書館は1日300元で年間1万円とかで契約ができるっていうシェアラウンジの走りというか、ここを契約してる人たちはこんな感じでここの本がね読み放題になるっていう、選書が最高です。個人的にはやっぱもうここに入り浸りたいようなものばっかりが並んでますね。こういう創作系のものだったりテクノロジーっぽいのもあったり、こういう雰囲気がすごい好きですね。日本のものが多いんですけど、韓国の E マガジン、海外の雑誌もこんなにいっぱい。めちゃくちゃ楽しい。インスピレーション。インスピレーション固まる。販売してもらってるんですね。嬉しい。トバログの本がこうして売られています。すごいちゃんと紹介文まで書いてくれてる。ありがたい。嬉しい。ちょっとぜひね、カバーしてるとすごいかっこいい感じで読めるので、ぜひ台湾に住んでいる人はここで購入ができるようになっています。ニューアライバルっていうところにちゃんと入れてくれてる。かわいい。こういうスタイルもいいな。なんか台湾っぽい感じがする。こういうすごいサンマがあります。超ダウイル。前にサンマの編集長とかもカバンの中身動画撮らせてもらったりしています。ゆうのすけさんの絵ですね。これもすごい、こうやってあるとすごいおしゃれ。これもゆうのすけさんがじゃあ描いたのかな。実際に来て描いたのかな。パワーポスト、ゆうのすけさんもカバンの中身じゃないルームツアー撮らせてもらってるんですけど、ゆうのすけさんのイラストとかがこうなってますね。こういうなんかコラボレーショングッズとか出しているんだ。パワーポストも販売されてます。かわいい。ここで展示をします。じゃあという感じで
今ボベンのスペンサーさんとかといろいろ話して、これからちょっと展示内容を詰めて台湾でもポップアップをやっていきたいと思います。めっちゃ楽しみ。やることがいっぱい。バックアップオープンしたてみたいです。街ぶらしてたらいい感じのバックパックとかガジェットを売っている店を見つけました。いろんなこういうの出してる。どれもなんかガジェット的でいい気がするな。X パックバックパックですね。X パックもいいよな、強そうで。まさかの VR 的な 3D メガネみたいなのが。佐田さんが好きそうなものが売ってる。あれ今日なんかあれジョンピさん持ってくれてジョンピさんこれじゃないですか。これじゃないかな。アルパカ。アルパカって聞いたことあるな。これ多分海外の結構テック系な人が使ってる人がいますよね。なんかジョンピさんがああやって使ってるの見るとちょっと欲しくなるもんね。使ってるのを見ると。これもすごい何に使うかわかんないけど気になるような素材感。でもここにこれがついてるからこのままショルダーで使えるってことっすね、多分。これちょっと気になってるもんな、これとか。ジョンピさんおすすめのムーンブックストアです。アートとかなんか写真とかそういうのがいっぱい置いてあるっていう話をしてました。小籠包を食べようとしたらディエンタイフォンがめちゃ混みだったので、サクッとルーローファン、佐田さんおすすめの食べ物やるやつね、混めますね、ああいう店は。多分人数3枚もめちゃくちゃ混んでる気がする。サクルーローファン、コーラあるかな。あ、広い。思ったより広かった。台南のお店、いやー、中国語はギリ英語の次ぐらいにメニューに文字がなくても読める。これかな。それっぽいですね、さっきの。ハマグリニンニクの雰囲気出てるぞ、これ。これは違うっすか。牡蠣か、これ。これは揚げてるやつです。あー、なるほど。これタン類かな。そしたらこっちかな。皮タンとタン類の違いが分かんないな。あ、確かにこれ汁なしかも。ああ、なるほど。ルーローファンです。お、唐突の GR が出てきた。こっちにもあるけど GR もある。ハマグリと牡蠣どっちだと思ったら牡蠣でした。もう牡蠣も美味しいから。うまい。出汁で食わせる。体スプレー2つ。チョコレートみたいな。チョコレートだけ甘い。なんかございます。3日目です。はい、いろいろと台湾の街ぶらをして楽しいんですけども、今日で最後ですね。今日のフライトが夜の8時じゃない、今日のフライトが18時とかなので、まあ4時ぐらいまではこの辺散策できるかなっていうところで、ちょっと昨日行った松山文化ゾーンとか、あとまあ中山ゾンシャンっていう方に結構ね、個人図書館、個人独立系書店が結構あるみたいなので、そっち側を巡っていきたいと思います。いや、ホテルもなかなか快適だったわ。アリさん
ウーロン茶です。うまい。やっぱ渋みがあってあんまりウーロン茶わかんないから三越です。はい、イーソンです。大学時代から大学時代10年前ぐらい10年前に10年以上前に韓国の韓国のソウル大学っていうところでなんかコンペティションみたいなのやった時に初めて会った。はい。お願いします。お願いします。お願いします。This one is your song. It's just released 3 days ago. Is it Nintendo Switch? Switch Switch 2 or Switch? one. It's one. But it's Zelda it's edition. Zelda. It's OLED. Oh yeah. OLED is better. OLED is pretty good. 現在本。小笼包。哇。没有汤汁，请您慢慢享用。谢谢本小笼包，谢谢你。谢谢。好吃。It's good。はい、書店巡り一つ目、ワンブックストアっていう小さな本屋さんで本も読めるし、なんかホステルもあるっていう、泊まることもできるみたいな本屋さんらしいです。ワンブックストア、かわいい。ブックストアです。台北花市在。The place for living. 地味手帳。地味手帳。台湾の地図。絵本。台湾地図絵本。地図。台湾地図。台湾地図。買います。暑い。好热。好热。下点是好辣。好热。How to say？ 好热。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 暑い。本当に暑い。本当に暑い。真的。真的好热。本店 maybe 这里。here。本店はかっこいい。ちょっと写真を。本店です。ポパイでも。こう本店。
というわけで結構今回ね弾丸だったんですけど、台湾旅いろいろと見てくることができました。今回は主に、観光っていうよりかはどっちかっていうと今台湾でどんなのが流行ってんのかなとか、ちょっとこう文化寄り、ジンとか本屋さんとか個人の商店とかどういう感じなんだろうみたいなのをね中心に見てきたんですけど、いやパワフルですね。めちゃくちゃもう来てよかったなと思ってて、結構印象的だったのがこことかもそうなんですけど、もともとねタバコ工場だったところだったり、あとビール工場とかそういうねもともとあったなんか建物を改装して結構台湾の文化を発信する場にするみたいな動きがいろいろなところで僕が前に来た時よりもすごい盛んに行われている印象で、そこが結構楽しかったですね。で実際今回ジョンピさんっていうイラストレーターの人のカバンの中身撮らせてもらった時にも、台湾で今何流行ってるんですかって聞いたら、やっぱり台湾発のブランドだったりそういうものとかが結構人気になってるみたいな話をしていて、実際にこういう場所とか来ても本当になんかコミケとかフェスみたいな小さいブースなんだけど、個人のね創作物だったり、あとはちっちゃいブランドとかがどんどんこうすごいたくさん並んでいて、そこでね個人が思いを伝えていくみたいなスタイルが結構常設展的な感じで置いてあって、そこがすごい印象的でしたね。割と日本だとそういうところって結構高いブランドだったり、あとは観光地っぽい違う場所なんだけど同じ店がバーって並んでる印象があって、ちょっと物足りなさを感じたりするんですけど、台湾とかだと結構本当に個人のあんまり見かけないようなね瓶を潰してコースターにしてみたりとか、テキスタイルのなんか台湾の人ってあんまりこう色が綺麗な派手な服とか着ないグレー系のものが多いから、ちょっとテキスタイルで明るくしようみたいなそういう思いでやってるブランドがあったりとか、その辺が結構ね印象的です。日本だと割とすごいなんか急におじいさんがハーモニカ吹いてんだけどはい、日本だと割と EC サイトとかインスタグラムとか物理的な店舗っていうよりかは、最初はこうちっちゃいポップアップから始めるみたいな印象があったので、そこがやっぱね印象的だった気がしますね。どっちかっていうと静かなブームみたいな感じじゃなくて、結構メインストリームでそういう個人活動がやられているっていうのが印象的です。本当に2泊3日なので感じた感想っていうところで本当は実際どうなのか分かんないんですけど、その辺がね活気づいてて結構個人創作とかしてる人には楽しい街なんじゃないかなと思います。というわけで今回はトバログの2泊3日 Vlog でした。気に入っていただけた方ぜひチャンネル登録お願いします。あと11月の中旬ぐらいからボベンっていう台湾の雑誌図書館で、トバログのポップアップもスタートする予定なので、ぜひそちらも足を運んでください。ちなみに台湾にいる人はすでにねボベンで購入することができるので、ぜひ購入していってください。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。